モイン。今回はイースターということで、ドイツのイースターに関するお話とイースターに関連する料理を紹介します。イースターはドイツ語ではオースタンと言います。1年間のイベントで一番大切なのはクリスマスだけど、イースターはその次に重要なイベント。どちらもキリスト教の祝日で、クリスマスはイエスの誕生を祝う日、イースターはイエスの復活を祝う日です。イエスがローマによって十字架刑で処刑されて3日後、イエスが復活して弟子たちの前に現れたことから、イエスの復活を祝うという習慣がイースターとなっています。イースターでは子供たちはよくイースターの卵探しをします。前日の夜に親が庭にイースターエッグを隠して、翌日子供たちはそれを探すのは一般的かな。ももちゃんから聞いたのは、チョコレートのイースターエッグやチョコレートのイースターバニー、それからマジパンのお菓子も隠してたって。マジパンも？だって。覚えてないね。朝食には固茹でしたゆで卵に色を塗って飾って、庭にはプラスチックの繊維でできた鳥の巣に見立てた緑のバスケットを置いて、そこにも甘いお菓子を入れてたよとのこと。そもそもなぜ卵とウサギがイースターに関係しているのと思った方いらっしゃるのではないでしょうか。イースターでは卵の殻が固く閉ざされた墓のように理解され、卵の殻が割れること、すなわちそれは復活を象徴しているとされています。昔のキリスト教では四旬節に卵を食べないという習慣もあり、保存のために色付けをしていた卵をイースターに食べるのが習慣としてあったそうです。それがイースターエッグの起源の一つと言われています。一方のイースターバニーはというと、17世紀頃のドイツの民間伝承が始まりと考えられているようです。当時のドイツでは良い子にはウサギが卵を運んでくるとされ、子供たちは帽子やカゴ、巣を用意していたそうです。そして昔のヨーロッパの人々にとって、ウサギは春に活動が活発で、繁殖力が高く、生命や繁殖を象徴する生き物だという考えがあったことから、それらが合わさり、ウサギがイースターの象徴になったとされています。ここからはドイツの伝統的なイースターの料理を2つ紹介。ランバートを作ります。まずはこの白い皮を大まかに取り除きます。食べるのはウサギじゃなくてラムなんだね。まあね、そもそもキリスト教と言ったらラムの方が関係あるでしょ。まあ、それはそうだけど。がっつり骨もついていたので焼く前に取り除きます。思っていたよりも立派な骨。はい、じゃあ絞ります。マッチョだね。プロテイン豊富なラム肉ジュースでさらにムキムキになれそうですね。鍋でラムの表面すべてに焼き色がしっかりつくまで焼きます。いい焼き色がついたら一旦取り出して同じ鍋で野菜を炒めます。野菜にも焼き色がついたらトマトペーストを加えてさらに軽く炒めます。次に赤ワインでデグレーズ。水分がなくなるまで煮詰めて再び焼き色をつけワインを追加。この作業を 2,3 回繰り返します。ハーブを加えて味を整え、その上にラムを戻して少量の水を足します。オーブンで120度約2時間。生麦生米生卵生麦生米生卵生麦生米生卵生麦。あ、ベテベテ。ねえ、一つだね。口言葉。ああ、ね、この間勉強した。面白い。ドイツ語には早口言葉ないの？ああ、あるでしょ。例えば？まあね、例えば、フィッシャースピッツァ、フィッシャーフィッシャー、フィッシャー、
Fischer Spitze, Fisch, frische Fische, frische Fische, Fisch, Fischer Spitze. フィッシャーフリッシュフィッシャーフリッツフィッシャーフリッツフィッシャーフィッシャーフリッツフィッシュフィッシュフィッシュそう。漁師のフリッツさんは、新鮮な魚を釣るでまた逆のことを言った。かな。むずすぎんな。ああ、難しい。日本語の早口言葉は言えるのに、ドイツ語の早口言葉はカミカミのドイツ人ってどうなんでしょう。ソース作りの間、ラムを寝かせます。ここに水溶き片栗粉を追加してとろみを加えます。カトフェルメールと大きく書かれているんですけど、下にファイネカトフェルシテヤケとも書かれているので、そのまま片栗粉として使っています。1回目にとってはすごくいいと思う。まあね。見た目はレストランみたいじゃない？かな。よく頑張ってみた。あんちゃんも頑張ったね。ただちょっと火の通り加減はもうちょっと途中でチェックすべきだったかな。かな。100% 満足というわけではないですが、まあいいんじゃないでしょうか。素朴な味わいのランブラーテンでした。続いてはオスターラムを作ります。といっても型に入れただけのただのバターケーキなんですけどね。卵を1個ずつ計3個加えます。最近マークさんがネットフリックスで日本の派遣の品格というドラマを見ていたんですが、ほぼ全部とか 100g くらいと返事をすると、篠原涼子さん演じる大前春子の真似をして、ほぼ全部は全部ではありません。100g くらいは 100g ではありません。とちょっとうざめなリアクションを取るのにハマってしまって本当にうるさいんですよ。でもそのせいで意外と日々の中でほぼとかくらいと濁す表現しているなぁということに気づきました。いいのか悪いのかは分かりませんが。何かが足りなかった？バターが多すぎた？その要領でやったんじゃないの？やった。ということで、さらに生地を追加したんですが、これがミスでした。確認をして、もう少しだけオーブンで焼いて、まずはウサギを取り出したのですが、ウサギ死んでる。Oh no! Oh no! ただ早すぎたかな？どう？むしろ冷やしてね。途中まで覚えていたのに、まさかのいろいろ失敗してラムも不安すぎる状況です。今度こそはきちんと20分冷ましたので、あとは慎重に外すだけ。さあ、このオスターラムの行く末はいかに？呼ばれた。ちょっと花がなくなったね。そうだね。一応花がつけられるか試みはしてみたんですが、まあダメでした。やりすぎじゃない？ほら、つらか。やりすぎじゃない？風の谷のナウシカに出てくる巨神兵のようですが、口からビームは出せません。さあ、お味はどうでしょう？味は普通にバターケーキっちゃバターケーキだけど、思ってたより結構美味しい。まあね、そうだね。いやー、かなりの量を食べたので、案の定ものすごく気持ち悪くなりました。来年こそはうまく作りたいですね。チュース。